日本だけではありません。空から舞い降り、水辺で美しい衣を脱いだ女性。その衣を人間の男に隠され、天へ帰れなくなった彼女は、やがて男の妻になります。しかし、失われた衣を見つけた瞬間、彼女は夫も家も、時には子供さえ残して空へ帰ってしまう。この不思議な物語は、日本、朝鮮半島、中国、インド、アラブ、ヨーロッパ、南太平洋の島々にまで残されています。なぜ遠く離れた土地に、これほどよく似た物語が存在するのでしょうか。今回は世界に広がる羽衣説話をたどります。日本で最も有名なのは静岡県の三保松原に伝わる羽衣伝説です。漁師の伯領が浜辺を歩いていると、松の枝に見たこともない美しい衣がかかっていました。伯領が持ち帰ろうとすると天女が現れます。それは天人の羽衣です。どうか返してください。羽衣がなければ天女は天へ帰れません。伯領は天上の舞を見せることを条件に衣を返します。天女は透き通る衣をまとい、月世界の舞を披露すると、そのまま空高く登っていきました。この物語はノー羽衣によって広まり、三保松原を代表する伝説になりました。しかし、日本の羽衣説話は一つではありません。滋賀県の余呉湖周辺には、湖で水浴びをしていた天女たちの衣を男が見つけ、そのうち一着を隠す物語があります。衣を失った天女は男と夫婦になり、子供を設けます。丹後の国不時の一文では、老夫婦に羽衣を隠された天女が家にとどまり、酒造りによって一家を豊かにします。ところが、用済みとなった天女は家を追い出されます。美保が衣の返還と焦点を描くのに対し、余呉や丹後では天女が結婚、家族、農耕、酒造りと結びついています。こうした物語は、比較民話研究で白鳥処女説話、英語ではスワンメイデンと呼ばれます。基本の流れは共通しています。男が水辺に来た異界の女性たちを見つける。女性たちは薄絹の天や鳥へ変身するための衣を置いています。男は一着を隠す。衣を失った女性は帰れず男の妻となる。子供が生まれることもあります。しかし、妻は隠された衣を発見し、それをまとって理解へ帰ります。衣は単なる服ではありません。二つの世界を行き来する力であり、彼女自身の自由そのものなのです。韓国には木こりと仙女という昔話があります。山で鹿を助けた木こりは、仙女たちが降りる泉を教えられ、一人の手にを隠します。仙女は木こりと結婚しますが、やがて衣を取り戻し、子供を抱いて天へ帰ります。モンゴルにもよく似た話があります。ただし、韓国では木こりと仙女であるのに対し、モンゴルでは狩人と白鳥の乙女になります。この違いには、定住農耕社会と狩猟牧畜文化の生活環境が反映されていると考えられています。同じ筋書きが土地の暮らしに合わせて姿を変えたのです。中国にも古くから鳥の姿をした女性と人間の男が結ばれる説話があります。古代の説話集には男が水辺に来た鳥の乙女たちを見つけ、その一人の衣を隠す物語が記されています。衣を失った女性は男の妻になりますが、後に衣を取り戻して天へ帰ります。さらに東アジアではこの方が牛郎織女、つまり七夕伝説と重なり合うことがあります。ただし七夕では衣の盗難よりも天界の規則を破った夫婦が引き離されることが中心です。似た物語でも何を悲劇の原因と見るかは地域によって異なります。インドネシアのジャワ島にはジャカ・タルブとナワングランの物語があります。青年ジャカ・タルブは湖に来た天女の衣を隠し、帰れなくなったナワングランを妻にします。彼女にはわずかな米から大量の飯を炊く不思議な力がありました。しかし夫が見ることを禁じられた炊事の様子を覗いたため、力は失われます。その後、彼女は隠されていた天意を見つけ、天へ帰ります。ここでは羽衣説話に、見るなという禁忌と、稲作や食物を生み出す女性の力が加えられています。南太平洋のバヌアツにも、空から来た女性たちの伝承があります。7人の女性が島へ降り、地上で衣を置きます。カトという男は一人の衣を取り、家の柱のそばへ隠します。女性は地上に残って妻になりますが、隠された衣を見つけると空へ帰ります。日本の松、韓国のラマの泉、モンゴルの湖、ジャワの森、そして南太平洋の火山島。舞台が変わっても、隠された衣と旗艦という骨格は残っています。古代インドには、天界の踊り子ウルバシーと人間の王プルーラバスの物語があります。二人は夫婦になりますが、結婚には条件がありました。王はある姿をウルバシーに見られてはならない。しかし神々の策略で条件は破られ、彼女は天界へ帰ってしまいます。ここでは衣は盗まれません。それでも人間の男と天上の女性が結ばれ、
禁忌が破られた瞬間に別れが訪れる点は羽衣説話と共通します。異界の存在と人間は永遠に同じ世界では暮らせないという境界が描かれているのです。千夜一夜物語のバスラのハサンでは物語は大冒険へ発展します。ハサンは池に舞い降りた鳥たちが衣を脱ぎ美しい女性になるのを目撃します。彼はジンの王女の飛行衣を奪い、王女は妻となって2人の子供を産みます。しかし王女は衣を取り戻し、子供たちを連れて遠いワークワーク島へ飛び去ります。日本の物語が天女の昇天で終わることが多いのに対し、ハサンは7つの海や山を越え、異界まで妻を追います。羽衣説話が壮大な探索隊へ変化した例です。北欧やドイツ語圏では、天女に代わって白鳥の乙女が現れます。彼女たちは魔法の衣を外すことで人間の姿になります。男が衣を隠すと、乙女は男の妻になりますが、衣を取り戻せば再び去っていきます。北大西洋沿岸のセルキー伝説では、白鳥ではなくアザラシが人間の女性に変身します。男は浜辺に残された川を隠し、女性を妻にします。数年後、彼女は川を見つけ、夫や子供を残して海へ帰る。空へ帰る天女と海へ帰るセルキ。帰る場所は違っても、奪われた変身の衣という構造は同じです。世界各地の説話には、水辺、異界の女性、変身の衣、人間との結婚、破られる約束、そして帰還という共通点があります。一つの地域から世界中へ伝わったのか、人々が渡り鳥や水辺を見てそれぞれ似た物語を生み出したのか、完全な答えはありません。伝わる過程で男は漁師、木こり、狩人、大農民に変わり、女性も天女、白鳥、アクサラス、ジンの王女、空の女性セルキへ変わりました。それでも異界から来た女性を人間の世界へ永遠に止めることはできないという中心は残ります。かつて羽衣説話は美しい天女と人間の男の悲恋として語られてきました。しかし現代の視点ではもう一つの面が見えます。衣を隠し、帰る自由を奪い、結婚を強いる行為です。天女が最後に衣を取り戻す場面は単なる別れではありません。奪われていた自由を取り戻す瞬間とも読めます。日本の松原、韓国とモンゴルの山、ジャワ島の湖、インドの天海、アラビアンナイトの島、北欧の森、そして北の海、世界中の空と水辺に衣を失った女性たちの物語が残っています。もし水辺で見たことのない美しい衣を見つけても持ち帰ってはいけません。その近くでは今も空へ帰れなくなった誰かが衣を探しているのかもしれません。